皆さんこんにちは。お元気でしょうか。このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な話し方、自然な速さで話します。トランスクリプト無料で公開しておりますので、私のウェブサイトからご覧ください。そしてこのエピソードで出てきた新しい言葉を私の YouTube メンバーシップに参加すると勉強できますので、こちらも参加してみてください。3つランクがあって、一番下のランクは私のゲームプレイビデオを見れるっていう趣味の感じのゆるいランクが最初にあって、その真ん中で、このポッドキャストの言葉を勉強できたりとか、あとは、2週間に1回日本の最新ニュース、日本の最近のことを説明するライブをやっていて、それをフルで見れたりとかできます。あともう一つ一番上のものが、私との1ヶ月に1回の会話レッスンが入っているランクになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。最近はね、ちょっと大変申し訳ないんですけど、いつものこのレギュラーポッドキャストの回数が減っておりまして、ゲームしてる動画の方が多いじゃねえかっていうねメンバーシップ動画の方が多くなっちゃって、最近はね、Rise of P にすごくハマっておりまして、3つレベルがあるのね、Rise of P って。で、私は真ん中のレベルでクリアしたんですけど、1回。もう一番難しいやつは、これがオリジナルレベルなんですけど、実は。この一番難しいレベルでもう1回今、やり始めてるんで、順番にね、メンバーシップで私のプレイビデオをアップしますので、Rise of P 好きな方、死にゲー、ソウルライク系好きな方、ぜひご覧ください。ちょっと怖いですけど、私がすごく喋りながらやってますので、少し怖さが和らぐかなって思いながらやってます。そしてマジでこのビデオを録画しようと思った本当に2分前ぐらいにですね、Rise of P 続編です。 DLC かどうかわかんないけど、多分 DLC じゃないよね。続編ってことは多分ダークソウルス2みたいな感じで、Rise of P2 なのかわかんないですけれども、そう続編を本格的に開発スタートっていうニュースが入ったんですよね。歓喜、喜び、興奮、嬉しいみたいな感じですね。嬉しい。続編出るらしいっす。開発してるってことは、今開発スタートってことは、まだね、あと2年ぐらい経つのかなっていう感じですけれども、もう本当にね、この Rise of P というゲーム、私はもう愛しているっていう感じなので、すごい楽しみだなと思っております。ネイル可愛くない？ところでなんですけれども、ネイル可愛くないっていうすごく自慢なんですけど、見てください。このミニーマウスみたいな赤と白の右手が赤、白いドット、左手が白、赤いドットの、今ネイルなんですけれども、これはですね、私もうすぐね、台湾旅行に行くんですね。この台湾旅行をイメージしたネイルにいたしました。台湾をイメージしたんですけど、どっちかというとミニーマウスみたいなね、ミニーちゃんじゃないみたいな感じの可愛らしいネイルになったんですけど、ものすごく、気に入っております。ちょっとこう怪我したよみたいな感じもあるんですけれども、絆創膏を貼ってます。この指ね、ダサいんですけれども、ネイルが可愛いというかね。今日はですね、2つちょっとお話ししたいなと思っていて、一つはゴールデンウィーク何したの？もう一つは最近私がハマっている食べ物とか、そういう食事系の話をちょっとしたいなと思っております。ゴールデンウィーク終わったんですね。本当にもうびっくりするぐらい早かったですね、ゴールデンウィーク終わるのね。結構長い連休で、私も3日4
日ぐらい仕事をもうほぼしないで、レッスン入れずに休むという形だったんですけれども、びっくり体感やっぱ5分。これ4日間ありましたけど、体感5分で終わりました。あれみたいな、おかしいなって感じですね。4日間あるはずなのになんか5分しか経ってないみたいな気持ちで、休みは終了いたしました。はい、おかしいですね。時間の流れがおかしかったと思います。ゴールデンウィークの時間はね。はい。何をしたかというと、特にどこに出かけたわけでもないんですね。どこも混んでるし、なんか高いし、ホテルとかもなんかゆっくりそこら辺でね、ゆっくりしようみたいな。はい。で、最近私はライズオブ P 以外にもう一つ、フィールズオブミストリアという農業系ゲーム、農場ゲーム、スターデューバリーと牧場物語を足して、なんか足しましたみたいなゲームにものすごいハマっていて、はい。なのでゴールデンウィークはそのフィールズ・オブ・ミストリアで生活しておりました。はい。ゲームしてたってことよ。でもやっぱり外にも出まして、いろいろショッピングに行ったりとか、買いたいなと思ってた、なんかリビングのライトとかインテリアとかまだ全然、なんか買えてないので引っ越してから、なんかここにある木みたいな、木買ったりとか、いろいろやったり、あとは友達と一緒に横浜中華街に行きました。はい。もうすぐで台湾に行くんでしょって。なんでもうすぐ台湾行くのに中華街行くのって話なんですけど、シンプルに忘れてたんですね。もう台湾行くのに。わざわざ横浜中華街に行って、台湾唐揚げ、ジーパイ、ね、大きい唐揚げ、台湾の唐揚げ食べたり、タピオカ飲んだり、小籠包食べたり。いや、台湾で食えよって。本物食えよって話なんですけど、もう忘れてたんですね。なんか唐揚げ食べてる時に、あれそういえば私、来週台湾行くわ。ってなったっていう感じですね。はい。でもね、美味しかったし、すごく楽しかったですね、友達との。ただですね、ものすごく人が多くて、本当に人が多かったです。なんか前に進めないぐらい、大通りとか。進めないことあるっていうぐらいの、今まで、私は横浜中華街に何回も行ったことあるんですけど、過去最高に混雑しておりました。もちろん外国人観光客っぽい方もたくさんいたんですけど、ほとんどは日本人でしたね。カップルとか家族とか、いろんな人がいて、やっぱゴールデンウィーク考えること一緒だなっていうね。どっか行きたいな、なんか面白いことしたいな、横浜中華街行くって。天気いいしねって。考えることは一緒って感じで、ものすごい人がいっぱいいましたね。びっくりする。でもね、ほんと天気が良くて気持ちよかったですね。はい、もう今の天気が最高。ずっとこうあってほしい。エアコンつけずに窓を開けて涼しいぐらいの、なんか25度前後ぐらいなんで、めちゃめちゃいいですね。ちょっともう暑くなってきてるぐらいなんだけども。モニャちゃんはね、うちの猫のモニャちゃんも気持ちよさそうに、窓のところでね、寝てますね。はい。そんなゴールデンウィークでした。皆さんはどうでしたか？日本にいる方、ゴールデンウィーク休みましたちゃんと。ね。今はですね、ゴールデンウィークが終わって、5月病を発症している方々がたくさんいるみたいですね。5月病っていうのは、前回のね、私のニュースライブで、詳しくお話ししたんですけど、4月から新しい生活が日本では始まるんですね。入学とか入社とか。で、1ヶ月頑張って、で、長い連休になった時に、会社行きたくないなとか、みたいな。なんかちょうどこの1ヶ月で、なんかちょっと慣れてきたとか、なんか、ね、その新しい環境が好きか嫌いかみたいなのが分かる時に、連休が入るので、その後に、行きたくないなとか、体がだるいとか、なんかそういう、なんかもう、モチベーション下がるんですね。それが5月病って言うんですね。はい。これね、結構ね、バカにできなくて、この5月病。普通に、うつ病とかにつながるんですよ。ディプレッションですね。
頭が痛いとか、なんか気持ちが悪いとか、なんかそういう人も普通に出てきちゃうので、結構そのカウンセリングが大事だったりとか、リラックスするのが大事だったりするんですね。この五月病ってね。はい。正式な病気ではないんですが、はい。まあ私もなんか五月病かな最近って思うぐらいやる気がないです。はい。やる気が出ないですね。何に関しても。五月病かも。なんか多分ちょうど暖かくなってきたしね、みたいな。はい。まあそんな感じでなんかまあ生きています。最近私がハマっているまあ食べ物紹介しようかなと思って、まあなんかね、みんなもよかったら食べてみてっていう紹介ですね。まずね、一つ目はですね、こちらですね。タラン。見えますでしょうか？はい。ちょっと名前長くねみたいな感じなんですけど、まあ、これ何かというと、カニカマです。はい。カニカマ。カニカマですね。この赤いやつ。皆さんカニカマ知ってますか？結構海外ではなんかすり身っていう名前で販売されてたりするんですけど、カニみたいなかまぼこでカニカマです。カニ風かまぼこでカニカマと言いますね。はい。だからこれカニじゃないんですね。かまぼこなんですよ、これ。でかまぼこっていうのは、なんか魚をこう、なんかすり身にして、すり身っていうとなんか団子みたいな状況にして、すり身にして、食べる。うん。食べるっていうか、なんだよ。なんかカニに、そのすり身にした魚をカニ風にするみたいな。カニの偽物ですね。はい。まあ、食べるとね、カニかっていう感じなんですけど、まあ、カニっぽいんですね。なんとなくカニみたいな感じの味です。はい。これね、まあ私ももちろん子供の時からこのカニカマっていうのをものすごい食べていて、ものすごくはないね。普通に食べていて、まあ子供の時からおやつとか、まああとサラダに入れたりするのもできるし、なんかいろんな食べ方があるんですよ。料理に使いやすいものなんですね。サラダとか、まあなんか、まあ料理に使いやすいんですよ。はい。で、最近これがすごい好きで、カニカマが。なんでみたいな。最近みたいな。昔からあるちゃんカニカマって話なんですけど、フランスに行った時にですね、カニカマが売ってたんですよ。まあ、結構びっくりして。で、私の彼氏とかと一緒に買い物スーパーに行って、なんか、これ食べようみたいな。私の彼氏がなんか、これ知ってるみたいな。これ知ってるみたいな。カニっぽいなんかやつがあるんだよみたいな。カニカマじゃんっつって。みたいな。向こうも、知ってんのみたいな。カニカマだろみたいな。日本にあるよ、カニカマっつって。みたいな感じでね。はい。フランスでもね、なんか、日本から来た食べ物だということを、なんか結構知られてなかったっぽくて、そう。なんか紹介してやるよみたいな感じで私の彼氏が私に紹介したんですけれども、ごめんなさい、これジャパンから来てますって感じで、はい。で、なんかカニカマの話になったんですね。で、そうなんだみたいになって、フランス語で何の名前で売られてたかわかんないけど、まあ、すり身っていう名前で結構売ってるっていう話ですね。うん。で、じゃあカニカマ食べたいってなって、買おうぜみたいな。で、なんか日本のカニカマとちょっと比べようっていう感じで。まあ味はそう変わらないんです。はい。で、まあ私の彼氏も子供の時からこのカニカマを結構食べていた。まあ子供っていうかまあなんか食べてたらしいんですね。で、その食べ方っていうのが、これを電子レンジで温めるんですよ。チーン。熱々に、これ、冷蔵庫に入ってるんで冷たいんですけど、これをまず温めるんですね。それ温めたものをマヨネーズで食べるんです。それが最高にうまい。最高にうまい。今まで私温めて食べたことないんですよね。まあ、カニカマとマヨネーズの相性はめちゃくちゃいいことは私は知ってたんですけど、このカニカマを温めてマヨネーズで食べるなんて最高にうまいんですよ。皆さんにおすすめです。はい。私はこの特にこのなんか大きい
この結構ね、噛むとこの食感がね、それぞれのこの商品、なんかいろんなブランドがあるんですけど、この大きめのやつが結構食感が良くて、本当にカニ食べてるみたいな食感でものすごくうまいです。はい。私はこれを温めて、マヨネーズの上に、あの、七味七味唐辛子を振って、つけて食べて、ディップみたいな感じで食べてます。うまし。皆さんこれぜひ。安いですよ、しかもこの、このカニカマはね、安いんですよ。カニじゃないから。ただの魚なんだから、これ。安いのね。うん。で、しかもですね、このタンパク質がすごい入ってるんですよ。ローカロリー。カロリーも低くて、ローカロリーで、タンパク質いっぱい入ってるんですよね。そう。だから筋肉の方々。筋肉の方々って何って筋肉の方々いらっしゃいますよね。筋肉の方。筋肉の方々にもいいんですね。タンパク質。マッスル。はい。なので、おすすめです。ダイエット中にもおすすめ。マヨネーズつけるとちょっと良くないけど、このままでも美味しいので、ぜひ、お腹空いちゃったな、なんか食べたいなってなった時、カニカマ食べてみてください。はい。そして次もう一つですね。こちらですね。ゼリー。ゼリーの飲み物です。はい。ここから飲むんですけど、ゼリーの飲み物ですね。これはオリヒロのプルントこんにゃくゼリーオレンジ味。はい。これね、私このゼリーが本当に子供の時から好きで、もう今伝わったでしょ。ものすごい好きじゃん、私って。ね、今ね、もう伝わったよね、今ね。もうすごい好きなんですね、私これ。でずっとこれ好きなんですね。うん。で、もう、どこにでも売ってるんですけど、これ。私はこのオリヒロのプルントこんにゃくゼリーがお気に入りですね。安くて、いろんな種類がある。これはオレンジ味なんですけど、ピーチとかブドウとかリンゴとかいろんな味があって美味しいんですね。うん。有名なのは、こんにゃく畑ですね。こんにゃくゼリー。はい。こんにゃく畑ね、ちょっと高いんですね。はい。私はこれが好きです。すごくお気に入りですね。安い。1個100円ぐらいかな。そう。で、よく近くのスーパーで3個セットで割引になってるんで、3個買うんですけど、私本当に好きなんですよ。これ。この時はもう何回言うのって感じなんですけど、これ私がね、チュー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 一人で食べてた。ピューって。結構前に。で、そしたら、そう、私の彼氏が、これ、何それみたいになって、ゼリーだよ、つって。そしたらなんか、フランスにこういうのないなってなって、じゃあ食べてみって言ったら、感動して、はい、うまいみたいな。なんだこれはみたいになって、それ以降、もう1年、2年ぐらい、これはもう、冷蔵庫にストックがあります。はい。これが一番、いろいろ試したけど、これが一番好きですね、オリヒロ。はい。なんか、あんまり確かに海外でこういうの見たことないかも。なんかこう子供用のさ、こういうゼリーとかあるんだけど、食感が全然違うんだよね。なんかもっとね、なんか、プリプリしてるというか、こんにゃくゼリーなんで、これ。はい。こんにゃくですね。はい。で、カロリーも低いですね。47キロカロリー、これ。はい。なので、筋肉の方々もね、はい、筋肉の方々も、食べられるかな、みたいな。うん。おすすめです。はい。食べたい。今。ピューつって。食べたい。私は甘いものとかあんまり食べないんですよ。いつもフルーツとか、そういうものを食べるんですけど、だからこういうゼリーはね、よく食べますね。はい。夏とかね、特にね、なんかもう、食欲ないみたいな、暑すぎて食欲がないってなった時にこのゼリーとかをよく食べてましたね。それよくないんですけどね。はい。あともう一つ。はい。こちらですね。じゃん。読めない。韓国語です。味付け海苔ですね。はい。読めない。ここになんかいるみたいな。なんだこいつって感じなんですけれども、海苔、僕海苔みたいなキャラクターがいるんですね。僕海苔みたいなキャラクターがいらっしゃるんですけど、これはね、韓国の海苔なんですけど、韓国海苔なんですけど、私韓国海苔めちゃめちゃ好きで、サンブジャっていうやつかな。サンブジャ。
っていうブランドの海苔なんかわかんないんだけど、まあ私海苔がそもそも好きなんですね。普通に海苔めっちゃ好きで、韓国海苔をいつもご飯の時によく食べるんですよ。白いご飯と納豆と韓国海苔。私の定番セットなんですね。で、いつもスーパーで買ってる韓国海苔があったんですけど、なんかスーパーで買うのめんどくさいな、毎回毎回と思って、楽天市場、なんかアマゾンみたいな、日本のアマゾンみたいな、楽天市場で、箱買いしたんですね。この韓国海苔をね。そしたらなんだっけ、サンブジャっていう、ここサンブジャって書いてあるっぽいんですけど、海苔が一番なんかレビューが高くて美味しい。で結構安かったんで、買ったんですけど、これめっちゃうまい。めっちゃうまってなって。はい。これを今リピートしてます。これどうなんだろうね。本当に韓国で売られてる海苔なのかな。まあ、韓国に行ったらもっと美味しいものあると思うんですけどね。うん。まあ、ここはジャパンなので、まあ、やっぱちょっと手に入れられる海苔がやっぱ少ないということがあって、はい。これはどうなんだろう。有名なブランドなんだろうかね、韓国で。はい。ここに書いてます。なんか中国語っぽい言葉でもなんとかの海苔って書いてますね。はい。味付け。日本語では味付け海苔って書いてます。これうまいです。はい。楽天市場に売ってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてね。はい。そう。まあ、あとはですね、タフグミ。これはね、私のおすすめってよりは、なんか台湾の生徒さんに、今度台湾行った時会うんですけど、台湾の生徒さんになんか買ってきてほしいものあるって聞いたら、このタフグミを大量にください。これタフグミがうめえって言って、で、私がなんか試しにこれ買ってみた。ね、うまいね。このタフグミってやつね。噛むほどうまい。この弾力。ね、結構硬い、ハードグミですね。ハードグミ。うん。はい。皆さんね、興味ある方、このタフグミをね、買ってみるといいかなと。まあ、いろんなグミがあるんで、まあ、硬いのが好きな人はね、おすすめかも。うまいですね。これを大量に買って台湾に行く予定です。はい。はい。まあ、あと最後に、これは食べ物ってよりは、まあ、お店なんですけど、最近はま寿司にハマっておりまして。はま寿司。はま寿司。はま寿司。はっていうね、CM やっておりますけれど、見たことありますか？はま寿司ってやつですね。まあ、回転寿司チェーンです。まあ、安い、1貫100何円ぐらいの、まあ、なんかスシローとかくら寿司とか、あそこら辺の同じ感じのタイプのお寿司屋さんなんですけど、私ね、あんまりね、お寿司実は好きじゃないんです。実は。まあ、好きじゃないって言ったらおかしいんですけど、あんまり食べないんですね。うん。私、あんまり生ものはあんまり苦手で、生系のものはあんまり苦手なのと、火を通してほしいんです。温めてほしい。あと、冷たい料理もちょっと苦手なんですね。温めてほしいんです。なので、寿司ってあんまり食べないんですけど、まあ、まあ、私の彼氏がいますので、今。で、フランス人でして、寿司食べたいって言うんですね。もう寿司食べたいってのは、寿司大好きなんですね。で、おう、わかった、つって。で、埼玉県に引っ越してきて、近くに寿司チェーンがいくつかあるんですよ。で、私今までスシローしか行ったことなくて、ほぼほぼ。はい。で、あんま美味しくないな、みたいな。生意気って感じですけど、スシロー好きな人いたらね、申し訳ないですけど、まあ、個人的にそんなに、なんか、こんなに待つのにこのクオリティなんだっていう、ね、感じであんまり行きたくないなと思ってたんですけど、家の近くに、まあまあ近くに、はま寿司があったんですね。はま寿司行ったことないなと思ってて、うん。はま寿司行くか、つって、はま寿司行ったらですね、美味しいんですね。びっくりしちゃった。まあ、すごい美味しいわけじゃないよ。すごい美味しいわけじゃないけど、他の寿司チェーン、今まで行った寿司チェーンの中では一番美味しかった気がする。うん。はい。まあもちろんね、北海道の
寿司チェーンとかが一番うまいよ。ぶっちゃけね。北海道の回転寿司とかめちゃめちゃうまいから、もう全然違うんですけど、東京とか埼玉とか、全国チェーンの寿司屋さんの中では一番美味しいかなって感じがしてました。はま寿司。私あんま食べないんですけどね、言っても。サーモンとか、そういうものばっかり食べた後にラーメン食べてるんで、私、はま寿司で。ラーメンも美味しいんですね。300円ぐらいで売ってるんですけど、普通に美味しいんですね。はい。そんな感じなんですけど、そう。だから、はま寿司に最近、ちょくちょく、月に1回とか、行きますね。もちろんね、ここの近くに他の寿司チェーンがあって、例えば、くら寿司とか、行ったんですよ。全然味違うの。もう全然私もうくら寿司食べられません。はま寿司を知ってしまったらもう、ごめんなさいですけども、私の家の近くのくら寿司にはもう行けませんってなりました。はい。結構ね、これ好みあるらしいんだよね。何を食べるか、どの寿司を食べるかによって、いや、俺はくら寿司、私はスシローっていう人がいるらしいんですけど、私ははま寿司。他にもね、いろんなチェーンがありますよね。魚べとか、元気寿司とか、かっぱ寿司とか、いろいろあるんですけど、私は全然行ったことないけど、私が行った中では今のところはま寿司がベストっていう感じかな。皆さん好きな寿司チェーンある？大体家の近くだよね。自分の家の近くが一番のお気に入りになりますよね。はい。皆さんね、はま寿司ぜひ行ってみてください。はま寿司。ね。CM やってます。以上です。そんな感じ。はい。おすすめ品。またね、最近美味しいものとか見つけたら皆さんにシェアできたらいいなと思ってます。皆さんもコメントでね、最近好きな食べ物、発見したお気に入り食べ物あったらぜひコメントで教えてください。今日は何の話？おすすめ、私がハマっている食べ物についてでした。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube メンバーシップやってますので、参加お待ちしております。はい。あとは、サニーサイドジャパニーズポッドキャストあります。サニーサイドジャパニーズはですね、私と他の先生がやってるグループクラス&日本語学習コミュニティなんですけど、その先生たちとやっているポッドキャストがあります。2人でお話しして自然な会話を聞けるという、こちらも中級者上級者向けのポッドキャストです。ぜひお聞きください。はい。で、サニーサイドジャパニーズの新しいメンバーも少しずつ、募集しておりまして、今ウェイティングリストに名前を書いてもらって順番にが来た方からご案内する、参加していただくっていう形をとってるんですけど、本当にね順番に呼んでるんで、登録していただければそのうちすぐに割と順番来ますので、ぜひ、登録してみてね。はい。あと、ゆうゆうさんとやっている春とゆうゆうのゲームで日本語というゲームチャンネルがありますので、こちらもぜひフォローお願いいたします。はい。以上。ちょっとね、この後はね、もうマジで台湾旅行の準備をまだ何にも準備してないんですね。もうあと3日ぐらいで出発なんですけど、まだ何にも準備してないんですね。はい。まずい。はい。頑張らないと。はい。ということで、皆さん、今日もありがとうございました。また次回。さよなら。